はい、皆さんこんにちは。カーショップルナオートルナオートチャンネル中古車コンサルタントのマッキーです。本日はこちらの JB43 型ジムニーシエラのブレーキパッドとディスクローターを交換していきます。今回交換するブレーキパッドとディスクはどちらもディクセル製になっています。ジムニーは販売期間が長いので、年式やグレードによってブレーキパッドやディスクローターの品番が異なります。車体番号、型式指定番号、類別番号などを使って必ず自分のモデルに合ったブレーキパッドとディスクをチョイスしてください。ではまずジャッキアップしてタイヤを外していきます。ジムニーのジャッキアップポイントですが、フロントのアームのポッチの部分とジャッキのこの穴を合わせてジャッキアップしていきます。はい、このようにタイヤが外れたら、外したタイヤは必ず車体の下に入れておいてください。万が一ジャッキが倒れた時もこのタイヤがあることでスペースを確保することができます。では次にこのディスクキャリパーとブラケットを取り外していきます。ディスクキャリパーはこの裏側から 12mm のボルト2本で止まっています。このように長いボルトですので、これを引き抜くとこのようにキャリパーを取り外すことができます。キャリパーを取り外してただぶら下げておくと、このブレーキホースに負荷がかかって最悪の場合切れてしまうので、このような100均に売っている S 字フックでこの辺りに吊るしておきます。はい、こんな感じで S 字フックで吊るしておきます。では次にこのキャリパーブラケットを取り外していきます。まずキャリパーブラケットを取り外す前に表側と裏側のブレーキパッドを取り外します。キャリパーブラケットが外れました。キャリパーブラケットは裏側から 17mm のボルト2本で止まっています。そのボルト2本を取り外すとこのようにブラケットを取り外すことができます。では次にこのディスクローターを外していきます。はい、このようにディスクを取り外すことができました。ディスクのセンターの部分が錆で固着している場合は、この2箇所の穴がねじ切られているので、このサイズに合うボルトを均等にねじ込んでいくとディスクが浮いてきて、このように取り外すことができます。では新品のディスクに交換していきます。はい、こちらが新品のディスクになります。新品のディスクには錆を防止するために表面にオイルが塗られているので、必ず表面と裏面をブレーキクリーナーで清掃してから取り付けてください。では清掃してこちらに取り付けていきます。ディスクをブレーキクリーナーで清掃して取り付けたら、次にこのキャリパーブラケットを戻していきます。はい、キャリパーブラケットを取り付けることができました。次に新しいブレーキパッドを入れるので、この飛び出たピストンを戻していきます。このようなピストンを戻すツールでピストンを戻していくんですが、ピストンを戻すとブレーキフルードがマスターシリンダーの方へ戻っていきます。その時にブレーキフルードが溢れる恐れがあるので、このブレーキフルードのタンクからフルードが溢れないように時々チェックしながらピストンを戻してください。このようにピストンを戻すことができたら、次に新しいブレーキパッドにグリスを塗って組み付けていきます。ディクセルのブレーキパッドにはこのようにグリスが付属されているので、この付属のグリスをキャリパーとブレーキパッドが接触するところに塗っていきます。あまり塗りすぎるとグリスが飛び散ってパッドやブレーキディスクに付着して最悪ブレーキが効かないっていうことにもなりかねないので、あまり塗りすぎずに薄く塗ることがポイントになってきます。で、最後に
このブレーキパッドの表面をサンドペーパーで軽く磨いてから装着していきます。最後にキャリパーを取り付けて作業は終了になります。今回は運転席側を解説しましたが、助手席側も作業方法は同じになります。はい、左右のブレーキパッドとディスクローターの交換が終わりました。ブレーキパッドを交換した際は、作業終了後に必ずブレーキペダルを数回踏んでブレーキが硬くなるかをチェックしてください。この作業で縮めたピストンを元に戻しています。この作業を忘れると縮めたピストンが戻りきらずにブレーキが効かなくて事故につながります。なのでブレーキパッド交換を行った際は必ずブレーキペダルを数回踏んでブレーキが硬くなるかをチェックしてください。ブレーキを数回踏んだら次にブレーキフルードのリザーバータンクにブレーキフルードが規定量入っているかをチェックしてください。ということで今回のブレーキパッドとディスクローターの交換作業は以上になります。ブレーキは非常に重要な部品なので定期的にメンテナンスを行ってください。今日の動画が参考になったよという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ということで本日の動画は以上になります。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。カーショップルナオートルナオートチャンネル中古車コンサルタントのマッキーでした。それでは失礼いたします。